突然ですが、飛行機は好きですか？私は旅行に行く2週間くらい前から飛行機が落ちないか、生きて旅先に行けるだろうかなど、決して飛行機は嫌いじゃないけど直前になると次々にネガティブなことを考えてしまう、通称フライトネガティブです。今回は飛行機に対する不安解消法や機内での過ごし方、耳が痛くなる人におすすめの耳栓レビューなどをご紹介します。同じような気持ちの方と気持ちを共感し合えたり、少しでも空の旅を快適に楽しめるようになりますように。先日、台湾から帰国する飛行機の中でふと恐ろしいものを発見しました。窓に小さな穴が開いているではありませんか。気圧の影響とかでこの穴がひび割れて大きくなって、窓が割れたら外に吸い出されてしまうのではないか。ネガティブ思考からこんな恐ろしい妄想を一人機内でしていたわけですが、実際この穴は必要があって開いているということを後で知りました。飛行機といえば一番安全な乗り物でおなじみですが、一方でもし何かあったら生きて帰れないイメージがあり、それはニュースなどで目にする飛行機事故などの印象によるものからだと思います。飛行機の事故率は 0.0009%、自動車事故に遭う確率は 0.2% と、飛行機の方が安全であることは分かっているものの、地に足がついていない特別な恐怖感があります。とはいえ、国内外より足を伸ばせる素晴らしい交通手段です。ここからは私なりの不安解消法をお送りいたします。私は気軽に病院で飛行機が不安な旨を話し、薬をもらって機内にお守り代わりに持ち込みます。実際に飲んだことはないのですが、これを持っているといないのとではかなり違います。ロキソニンは耳が痛い時用です。いつでも薬が飲めるように、セリアの手のひらサイズのボトルも持参して、搭乗口付近の給水器で水を入れて機内に持ち込みます。不安になると体が冷えるので、定番ですがユニクロのウルトラライトダウンは必須です。かなり小さく折りたためてとても軽いです。二人羽織のように前から腕を通すだけでも暖かく、足元が冷える時には膝掛け代わりにもなるので本当に便利です。あとは空気を入れてすぐに膨らむネックピローも持ち込みます。こちらは楽天で1500円ぐらいで買いました。3回くらい息を吹き込めばすぐに膨らみ、しまう時も一瞬で空気が抜けてかさばらないのでかなりいいです。 LCC ではほぼ直角の姿勢なので、眠たくなったらこれを首にすぐさまはめましょう。寝ている間は余計な不安を感じないので最高です。夜のフライトの場合、外が真っ暗で昼間より怖さが増すので、電子書籍、私の場合は大好きな台湾系の本などを iPad にあらかじめダウンロードして機内で読んでいます。ハンドクリームも持ち込みます。保湿のためというよりも、好きな香りを機内でも寝る前にも嗅いでいます。普段から気に入っている香りというのは、緊張状態の時に平常心に戻れる効果を感じるのでとてもおすすめです。最後は耳栓です。私は着陸態勢に入ると耳が爆発しそうなほど激痛で、これも不安の種なので必ずフライト用の耳栓を使います。私の場合はこれがあればほぼ痛みを感じません。ケースの中にさっきのお守りの薬を一緒に入れておきます。私の飛行機不安解消グッズはこんな感じになります。不安は消えなくても、できれば飛行機に乗ることまでも少しでも旅の楽しみと思いたいですよね。そしてここからは私が今まで試した3種類のフライト用の耳栓レビューをお送りいたします。まずはサイレンシアフライトエアーです。5年前に買って3回以上使いましたが、ほぼ耳の痛みを感じませんでした。中に入っている青い棒が機内の急激な気圧変化による空気の流れを緩やかに調整してくれる仕組みになっています。私にはサイズ的に少し大きかったのと、経年劣化を感じてきたため買い替えることにしました。
次に買ったのが先ほどよりお値段的に少し高かったサイレンシアフライトプラスです。こちらも先ほどのもの同様の原理で気圧変動を調整してくれるものですが、中の白い部分の構造がさっきのものとは少し違うようです。 Amazon のレビューも高評価で、パッケージからしてかなり良さそうだと思ったのですが、2回使用して2回とも私の耳には残念ながら効果を感じられませんでした。ただ他の方のレビューではどれを試してもダメだったけどこれは痛くなかったという方もいらっしゃったので、個人差はあるかと思います。そして最後は最初に買ったものの小さめサイズ、サイレンシアフライトエアーコード付き S サイズです。こちらは女性や子供用といった感じの耳の小さめな人用に作られています。最初に紹介したものと大きさを比べてみると結構小さいです。フィット感もよく、ほぼ痛みなく乗れました。耳栓自体に長さを調整できる紐がついているので、首からかけて使用することができます。機内で落としてなくす心配もありません。あくまで私の耳の痛み改善と使いやすさのレビューですが、個人的に優勝はこちらの耳栓でした。耳の痛み方や痛みの原因は個人差があると思いますが、鼓膜が破れそうな同じような痛みの方に少しでも役立てたらと思います。今回はすべてサイレンシアシリーズでのレビューになりますので、種類で迷っている方の参考にしていただけたらとも思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今回は飛行機が怖い方へのおすすめ不安解消グッズ、機内で耳が痛い方用耳栓比較レビューをお送りいたしました。これから一人で飛行機に乗れるか不安な方、海外旅行に行きたいけど飛行機がネックで踏み出せない方、私も一人で飛行機に乗るなんて考えられないほど昔は怖かったのですが、いろいろと工夫や対策をして勇気を出して乗ってみたら、以前より不安はかなり少なくなりましたので、同じような気持ちの方がこの動画でぜひ一歩踏み出して憧れの場所に行けますようにと恐縮ですが思います。最後までご視聴いただき、またいつも高評価、コメントなどありがとうございます。